皆さんこんにちは。会社の他の部署の人と話していて、自分の上司の話題になった時に、モラルハザードを起こしている人ね、と言われて少し安心した投資家カモーラレです。さて今回の動画のテーマですけれども、以前の動画で少し触れました東京証券取引所がとても起こっている PBR1 倍以下の企業、これらの企業に対して改善を求める取り組みに力を入れていくというような発表が昨年末に引き続き3月末にももう一度非常にお叱りの内容が発表されました。3月末年度末ということもあって改めて発表したのかもしれないんですけれども、それを受けていろんな株式関連の記事であったり、インフルエンサー、こういったところがこぞって PBR1 倍以下、どんな企業があるかというのをバーっとですね、時価総額大きいものから並べたり、皆さんも一度は目にしたかもしれないんですけれども、そういったポンコツとは違って、この問題の本質というのを踏まえて、候補の銘柄、どういうふうに分析していくべきなのかというのを今回はご紹介したいと思います。ただですね、カモーラレの場合は皆さんからよくお叱りを受けますが、本を朗読しているような単調な話し方で20分近く動画を作ってしまうと、途中で寝てしまうということもあるかと思いますので、分析のところ全てを一度にご紹介しますとかなり長くなってしまいますので、今回は触りのところからご紹介していきたいと思います。今回もよろしければ最後までお付き合いください。まずはじめに PBR が低い1倍を割っている企業に対して東証が起こっているテこ入れを本格的にしてくる。以前の動画のおさらいですけれども、今プライム市場に上場するにあたって恒常的に PBR が1倍を割れている企業はどうなってんだと非常に怒っているわけですね。なんとかしろと昨年、そして3月末にも言っている。そもそも PBR1 倍を割れている企業というのはどういった状態かと言いますと、企業の中に溜め込まれている現金であったり有価証券、製造業を中心に機械や設備、さらには土地といった資産をですね、すべて売却する。そして企業がその時点で借りているお金、負債をですね、すべて返済した上で残るお金が現在上場している株式の価値よりも上回っているという状態。つまり企業が解散した方が株式を上回る大きな価値が残る状態ということですね。現時点で企業の純資産が株式の価値、時価総額を上回っているということは、現時点以降のですね、将来にわたって得られる収益、これを株価がほとんど反映していないということになります。このような株式市場からあまり評価されていない低たらくの企業については、日本において海外よりも突出して割合が多いです。例えばですけれども、先ほどご紹介した総資産のうち現預金だけに絞っても負債を上回っているほど潤沢に内部留保している企業の比率。一番左がトピックス、真ん中が S&P500 で、右側がヨーロッパストックス600です。さらにはもう一つ、今度は PBR1 倍以下の企業の比率。同じく日本と欧米の株式指標で比較していますけれども、どちらもトピックスにおいては 50% を超えるとてつもない企業数が潤沢に内部留保を抱え込み、市場で PBR1 倍以下の評価をされています。それぞれ日米欧の株式指標3つの PBR 推移をご覧いただいても、最も評価されているのは水色の S&P500、足元では PBR4 倍近くになっています。一方で日本は濃い青の一番下のグラフですね。平均してやっと1倍程度ということで、タイミングによっては指数ですら1倍を割っていることもあります。このように海外のマーケットよりも日本の企業が株式市場で評価されていない。主な原因は内部留保が大きいであったり、企業間の株式持ち合いといったところが海外からは不評ですけれども、当初がそれを何とかしろと言っているわけですね。そもそも PBR という指標はどのように計算されているか、皆さんもご存知の通り株主資本割る時価総額ですね。ですので、この数値を上げていこうと思ったら、分子の時価総額を上げていく、もしくは分母となる株主資本を下げていく。これによって PBR という数値は結果として上がっていくわけですね。そうした時に時価総額を上げていこうと思ったら、単純に株価を上げていきましょう。頑張って利益を増やすという株価上昇の路線。そして株主資本を減らそうという話としては、当然今上場している株式のうち自社株買いを行うことで株式を減らす。これは同時に株価も上昇しますけれども、この2パターンのやり方が PBR1 倍を割れている企業には選択肢として上がってくるわけですね。ただ自社株買いに関しては当然ですけれども、株を買い入れるための現金が必要となってくる。さて、この2つの路線について整理することで、今回の東証 PBR 問題の本当の意味というのが
見えてきます。それでは東証が今回力を入れて改善しようと考えているその PBR 問題の本質についてお話ししたいと思います。先ほども申し上げた通り PBR というのは株主資本割る時価総額で計算されるわけですけれども、これを先ほどと違って一回分解してから企業が何をするかというのを考えていくわけですね。ここで PBR を2つの要素に分けて掛け算に直して表現する。そのためにはですね、株主資本と時価総額を別々に分母分子で分けて一つ新たな要素を追加します。それは何かと言いますと、純利益という要素ですね。掛け算ですので、分母分子、純利益、これは相殺されて、結果として式が成り立っていることはお分かりいただけると思います。さて、純利益割る株主資本、これは何かと言いますと、ROE のことですね。そして右側、時価総額割る純利益。これは何のことかと言いますと PER のことになります。まずは PBR を ROE×PER というふうに変換しました。ここで注目していただきたいのは PER の方です。皆さんの中にも PBR や PER を株価の割高割安指標に使っている方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、企業から見たときにその特徴として決定的な違いがあります。そのことを別の式でご紹介したいと思います。さて今申し上げたように PER というのは純利益割る時価総額で計算されますけれども、これをですね、発行済み株式数で両方割ることによって、1株当たりの計算式ですね。こちらの方が皆さんも馴染みが深いかもしれませんけれども、1株当たり純利益 EPS 割る株価ですね。今現在の株価が1株当たり利益の何倍になっているか。例えば1500円の株、1年間で1株当たり純利益が100円だとすると15倍というふうに計算されるわけですね。そしてこの式を逆数取ります。そうすると株価割る1株当たりの純利益 EPS になるわけですけれども、この意味合いとしては今ご説明した逆の見方ですね。投資家から見たときに例えば1500円の株価、これを投資したときにその企業は1年間でいくらの純利益、これを生み出してくれるかという見方になります。例えば100円だとすると1500分の100、15分の1ですので、だいたい 6% 後半になります。このパーセントの割合を益利回りと言います。PER についてはこちら益利回りまで換算したところで1回置いておいて、今度そもそも株価というのは投資家から考えた時には投資金額ですね。そしてこの益利回りの考え方と同じような形で、いくら投資金額を出せば将来的にその企業から利益が得られるかという計算式、株主資本コストを引く利益成長率割る1株当たりの純利益と書いてますけれども、これは一体何を示しているかと言いますと、こちら債券などでよく見る将来にわたってのキャッシュフローを現在価値に直す時のタイムスケジュールですね。1年後、2年後、3年後と順番に並んでいて、将来にわたってキャッシュフローを生み出す投資対象が今いくらの価値があるかというのを計算したいわけです。例えば債券の場合ですと定期的に金利が入ってきますけれども、これを同じように株に当てはめるわけですね。例えばこの企業、年間の1株当たり純利益が200円上げられるとすると、この1年後の200円、これを現在価値で考えるときには、債券の場合ですと金利水準で割り込みますけれども、株式の場合は投資家がその資金を持って1年間に得られると考えている水準ですね。例えば投資家が1年間株式で 5% 利益を得られると考えている場合、1年後の企業が上げる EPS200 円というのは現在価値に直すと株主資本コスト 5% 加味した 1.05 で割ることによって 190.5 円というふうに計算されるわけですね。同様に2年後、3年後というふうに計算していくわけですけれども、こちらの図、200円ずつ毎年上がっていますが、企業の純利益というのは年ごとに変わっていく。期待値としては企業によりますけれども、何%かずつ増えていくというのが理想ですね。ただ、3年後、5年後の利益成長率が何%になっているかというのは、遠くなればなるほどあまりわからないわけです。その場合はですね、ある程度の年数の後は、ご覧のタイムスケジュールのように、利益成長率を0というふうに代入して考える。このような債券と同じような考え方が長期投資の株式においてもできるわけですね。少し学術的な話になってしまいましたけれども、こちらの式をですね、先ほどご紹介した益利回りの式に代入する。そうするとですね、1株当たりの純利益というのは相殺されますので、益利回りとして残るのはこの株主資本コストマイナス利益成長率
となります。そして先ほどご紹介したように、マーケットの環境、利益成長率が企業ごとにどのようになっていくか、見通しが立ちづらい環境になっているという場合に0と置いたときに残るのは PER イコール株主資本コスト分の1という風になるわけですね。さて、先ほどご説明の中にもありましたけれども、株主資本コストというのは、今投資家が持っている金額、投資金額を1年間でどれくらいの収益上げるか考えている、その割合ということですね。そうするとですね、これ、マーケットの投資家による結果論に落ち着くわけです。言い換えますと、企業から見たときに PER という指標は、どうこうすることができる指標ではないということになります。つまり企業の立場からは受動的に結果として出てきているだけの数値ということですね。実際に日経平均の PER 推移を10年間ご覧いただいても、ご覧のようにですね、15倍近辺でずっと横ばいに張り付いている。ところどころで PER が上昇しているところ見受けられますけれども、こういうのはですね、危機があった時に株価が大きく押し下げられた結果です。こちらは欧州債務危機、ギリシャやアイルランドの破綻というのが懸念されていたタイミング、そして最も直近で PER が吹き上げているタイミングというのは、コロナショックで一気に株価が押し下げられた局面、すべてですね、投資家の行動によって PER というのは動いてくる。単純に PER というのを一番最初にご紹介した1株当たり利益分の株価というふうに捉えていると、分母の利益というのが企業努力でどうにかなるじゃないかというふうに一見見えるんですけれども、分子に来るのは株価ですので、結局 PER が上がるか下がるかというのは、企業の収益を投資家がどのように評価するか。極論すれば、企業が利益を伸ばしても、マーケットがそれを評価しなければ、PER というのは下がるわけですね。そういった意味でも、企業がどうすることもできない指標として PER は特徴づけられます。ということで、冒頭の PBR 問題を分解した式に戻りますと、一番右側の PER というのは、一見純利益入ってますので、企業がどうにかできるようには見えますけれども、実際は投資家による判断、結果論の数値ですので、東証から企業が PBR1 倍割れどうにかしろと怒られて、そもそも PBR が低い理由というのは、この ROE が低いからというのが一番最初に挙げられる要因。実際には ROE 高くても PER 側がとても低いという企業もありますけれども、一番最初に企業が考えられるのは、この ROE の低さをどうにかして上げていくことで PBR というのを伸ばしていくということですね。これが東証が企業に改善を求めている本質的なところです。さて、それでは PBR をどうにかするためにはROE をどうにかしないといけないというのが分かりました。ROE を上げるためには、こちら純利益を上げていくか、もしくは株主資本を下げるか。この2つに集約されるわけですね。これを踏まえた上で、今回3番目の本質的な銘柄の選別というのを行っていきたいと思います。具体的には PBR1 倍を割れている企業を単純に探すだけではなく、ROE をまずは見ていこうということですね。ということで、まずは今回の問題の本質を捉えていないポンコツな記事やツイートを書いた自称経済ジャーナリストという人が紹介しているような企業群をご覧いただきますと、単純にですね、PBR が1倍を割れている企業を時価総額、マーケットキャップの大きいところから順番に並べただけですね。項目としては左から順番に企業名と、GIX というのはそれぞれの企業が属する業種の番号、コードですね。例えば25は自動車、40は金融といった具合です。今回はそこまでまだ深掘りしませんが、次回以降の動画で使います。そして株価、時価総額、PBR という順番に並んでいますね。単純に一番右側の PBR という指標が1倍を割っている企業を順番にリストアップしていきますと、上から順番にトヨタ自動車、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、ソフトバンクと続いて、当然時価総額順に並べていますので、大手の企業がどんどんと並んでいる。PBR が1倍を割れているというだけで、こんなにもたくさんの有名な企業がリストアップされるわけです。これをですね、自称経済ジャーナリストの人が、いつもドヤ顔でいろんなデータを出してくるわけですけれども、このような時価総額500億円以上の企業で、PBR が1倍を割れている企業は400社以上もあるんだというふうにのたまってるんですが、だったらこのリストの企業上から順番に買っていけばいいんかと。カモラレだったら今ご覧いただいたリスト買うぐらいだったらトピックスの ETF を買います。
ほとんどリスクリターン同じになると思います。そもそも PBR1 倍割れている企業を大企業からピックアップするなんていうのは誰でもできるんで、経済ジャーナリストの方に言われなくても情報としては取れるわけですね。数えただけやん、誰でもできる、情報価値なしということで、なぜこのような人が非常に個人投資家の中で重宝されているのかよくわかりませんけれども、先ほどご紹介したようにですね、ROE という指標も含めて考えていきたいと思います。今度ご覧いただいているリストというのは、こちら PBR と ROE ですね。そしてトピックスに構成されている2100社の中で、それぞれの2つの指標、PBR と ROE を標準化する。標準化というのは、簡単に言うと、全く違う種類のデータを同じ土俵に持ってくるために、平均0、分散1に置き換えるということですね。この作業を PBR と ROE に行うことで、この2つの標準化したデータでマイナスと出ているのは、平均以下、相対的にトピックスの中では低めですよということになります。そしてこの標準化した2つのデータを加重平均するんですけれども、単純に平均するのではなく、今回は PBR に3分の2、ROE に3分の1の重みをつけています。なぜそうしたかというと、深い理由はなくて、単純に今回の問題のメインテーマが PBR、そして PBR を上げるためには2つの方法があるから2かけただけです。この加重平均のスコアを持って時価総額500億円以上の銘柄をリストアップする。星のマークの列は並べ替えを行っているという意味合いですけれども、スコアが低い。つまり PBR と ROE の加重平均、これが低いものを順番にご覧いただくと、上からともにホールディングス、日産自動車、日本テレビ、テレビ朝日、かんぽ生命といった企業になりました。先ほどご覧いただいた単純に PBR が1倍割れしている、時価総額が大きいものから順番に並んでいる銘柄とは全く違うリストになったんではないでしょうか。こちらに並んでいる企業が今回は東証のお叱りによって何とかしなければいけない。PBR を改善していくことで海外の投資家からも評価されてくる伸びしろがあると考えられる企業たちですね。PBR と ROE ともに低いものが多く並んでいます。こういった企業はですね、ROE が低めではあるけれども一定水準を保っている。なんとか利益を上げようとしているわけですが、その途上ということなので、企業の立場から見たときに自社株買いを行っていくというよりは利益率を上げていって ROE を伸ばしていく。これによって PBR を改善していくというのが現実的な企業たちかと思います。この中でも現預金がたんまり入っている企業については対象になりませんけれども、現預金あまり手元になくてROE に伸びしろがあるような企業というのは将来的な利益成長を考えていかないといけないということですね。では逆に PBR を上げるためには自社株買いをするのが手っ取り早い。手元にある現金を使うことで東証のお叱りから逃れようというふうに考える企業というのは PBR 低いけれども ROE が高いような、こちら加重平均したスコアが高い順番に並べた銘柄ですね。軒並み ROE が高い2桁以上の銘柄が並んでいますけれども、上から順番に能率工機、SBI ホールディングス、メガチップス、コスモエネルギーホールディングスといった企業が順番に続いています。中ほどには日本製鉄や出光興産といった銘柄も見受けられますけれども、こういった企業の中で内部留保がたんまりと残っている、現金がいっぱいある企業であれば ROE を伸ばしていくというよりはさっさとですね現金を使って自社株買いを行えば PBR1 倍を超えてくる。こちらのリストからはですね短期もしくは中期で自社株買いを発表するタイミングで売り抜けるというのが狙えるようなリストですね。逆に先ほどの ROE を伸ばしていくという企業は今回の東証 PBR 問題を受けて長期投資に向いている企業かと思います。今回の2種類のリストというのはそのように使い分けをしていただければと思いますけれども、冒頭で申し上げたようにこの分析かなり触りのところになっています。途中にも出てきましたけれども、GIX 業種ごとに深掘りして見ていく方がより銘柄選別の精度が上げられるのかなと思われます。例えばご覧いただいているエネルギーの業種に属する企業、この中で PBR と ROE を比較していくと PBR に関してはちょうど真ん中岩谷産業だけが1倍を超えていますけれども ROE に関してはですね色濃く差が出ているエネオス、出光興産というのは非常に ROE 高いですけれども下の方ですね石油資源開発や伊藤忠エネクスといったところが ROE はだんだんと低くなっているということでこの業種の中で
見ますと、マーケットキャップが大きいところは自社株買いをする可能性が高い。一方で、リストの下の方は ROE を伸ばしていきたいという風に分かれてきますね。ただ日本の企業というか日本人の特徴としてですね、あっちの会社はこうしてるからうちもこうしようみたいな、なんか同業他社の出方を見るというような傾向があるかと思いますので、業種別に東証の PBR 問題に対してどういう風に取り組んでくるか、そのあたりを踏まえて次回以降分析を詳細にしていてご紹介できればと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。